さんこんにちは、ルリコです。本日はヤマハから新しく発表された自動変速機構 YAMT のご紹介をしたいと思います。はい、というわけで今ねこちらに置いてある車両が YAMT というものがついた新型の MT-09 です。新型の MT-09 が出るにあたって普通のねクラッチがついたスタンダードモデルと SP モデル、そして今回の自動変速機構がついた YAMT の3モデルから選ぶことができます。じゃあ早速 YAMT というものは何なのか。自動変速機構とかそういうクラッチがないって聞くと、ホンダさんの DCT だったり、最近ね私の動画でもアップした E クラッチっていうものがあると思うんですけど、また違った技術のヤマハ版みたいな感じで言うんですよね。私も今回初めてこの YAMT っていうものを見て触って試乗してちょっとお話も聞いたので、私なりのお伝え方でご紹介したいと思います。さっきね YAMT っていうものが自動変速機構って言ったんですけども、もうこのご覧のようにですね、このクラッチレバーとシフトペダルがないモデルとなっています。ってなるとじゃあ DCT と一緒なのかなとは思ったんですけど、 DCT っていうのはデュアルクラッチトランスミッションって言って、その DCT 専用のエンジン2個のやつをうまく使って変速していくっていうものなんですね。この YAMT のすごいところはそのベースのエンジンに独立してクラッチとシフトの機構がついてるようなんです。ちょっと難しすぎて私にはちょっとわからないんですけど、そういう意味で言うと最近ホンダでご紹介した E クラッチの方にちょっと近い感覚なのかな。 E クラッチもベースのエンジンは一緒だけど E クラッチの機構がスポッとはまっているような状態です。ちなみに免許の分類で言うと、クラッチがない YAMT とホンダの DCT は AT 限定免許でも運転が可能で、クラッチがあるホンダ E クラッチは AT 限定免許では運転はできません。はい、では実際にこの YAMT がついた MT-09 のちょっと外観を見てみましょう。このレバーがないですね。シフトペダルもありません。じゃあどこで変速するのっていうと、ここのプラスとこっちにマイナスがあります。実際に握ってみるとこんな感じですね。はい、なんかこの曲線がね指にフィットするような感じです。でプラスにしたいときはプラスで、マイナスにしたいときはこうピッピッピッとマイナスにする。でこのプラスは弾くとこれもマイナスになるそうです。ピンとね、はい、こちらはオートマとマニュアルのモードが選べます。ここのレバーで選択ができます。ではメーターをねつけてみたいと思います。はい、メーターこんな感じです。とても綺麗な液晶モニターですね。で今はマニュアルモードになっているので自分でここのシフト操作をするような形なんですけど、でこのマニュアルモードにもこのストリートとスポーツ、レイン、そしてカスタムが2個ついてます。そしてオートマモードにしてみたいときはこれピッとやるとここが D になりますね。はい、D になってもう一回押すと D プラスってものもあります。はい、ではこれからですね YAMT 搭載の MT-09 に試乗していきたいと思います。こちらです。ブラックですね。すごい方々と一緒に撮影をするのでとっても緊張しておりますが、一般的なツーリングライダーとしてね楽しみたいと思います。あ、そうだよね、クラッチレバーとシフトがないよじゃあエンジンスタートします。エンジンスタートするの？すいません。ここ押すだけですか？ブレーキかけながら。ブレーキかけながら。ありがとうございます。行きます。今はオートマの D モードっていうモードで走っています。この D モードは自動的にバイクの方でシフトアップ、シフトダウンを操作してくれるモードなので、もう完全にオートマです。はい、ではまずここで一時停止をします。よいしょ。はい、では再スタート。なんかこのシフト操作をしている感じが
ほんと自分でクイックシフター使ってるような感覚なんですよね、このガチャって感じが。なんかそれは DCT と違うなって印象です。私は DCT に乗ったのは多分2年前ぐらいなので、もしかしたらねちょっと今は最新の DCT に変わってたりとかで感覚違うかもしれないんですけど、 DCT のこの変速タイミングと比べるとこの YAMT の方は自分の感覚と同じですね。 DCT はちょっと早いんだよな変速タイミングって思う時があるので、なんかそういうズレがないかな。すごい。なんか逆に勉強になりますあ、このタイミングで変速するんですねって感じ。はい、では停止ポイントに入ります。はい、ここで停車します。カチャって入る音が本当に普通のバイクと変わらない。その変速のショックっていうのがね、いい意味でちゃんとあるから、だからこそ全部バイクに操作されてる感っていうよりは人機一体ですよねはい、では D モードで走ってたので、次は D プラスモードで走ってみたいと思います。違いわかるかな。あ、でも引っ張るね。ちょっと私には D と D プラスモードの違いがわからなかった。 YAMT やってみたいね。走行中のチェンジはできないのかな。今ここのボタンを押してるんだけど、あ、できた。アクセルを1回戻せば変更できます。じゃあまず YAMT のストリートから3速減速2速、おー、加速します。3速4速4、5、6、減速減速減速で、マイナスの時弾くと、ちょっと私指が短いから弾けないうまく弾けない。でもパーパーパーって加速がほんとクイックシフターみたい。私さ、本当にサーキット上でのシフト操作苦手で、クイックシフターならいいんですよ。クイックシフターがついてればいいんだけど、自分でねクラッチ操作するってなると途端にね、なんかやること多くて分かんなくなっちゃって、サーキット走行に集中できないんですよね。だからこういう上質なクイックシフターみたいなのはめちゃくちゃありがたい。よし、じゃあストリートからスポーツに変えてみました。変わるのかな。でもなんか加速がよりシャープな気がする。気持ちいいなストリートスポーツ、やっぱ全然加速違うね。よっぽど自分でこうやって変速するより、さっきのさオートマのドライブモードの方が絶対上手だった。いかに自分が下手くそかっていうのがめちゃくちゃ分かってしまうな。なんか足の操作がないだけでこんなにもなんだか心に余裕が生まれるもんなんですね。ずっとこう左足は車体にしがみついてられるので、本当バイクと一緒になってるなって感じなんか私足動いてるってぐらい自然なんだよね。このシフトダウンもシフトアップも、この車体から伝わってくる振動とか加速感とか全部ひっくるめて、もう私左足動いてるよ絶対ってぐらい超自然なんですよ。なんかバイクに操られてるなーって感じがない。なんか難しい技術のことはわからないんですけど、シフトとクラッチの機構がそれぞれ独立して既存のバイクのエンジンにくっついているので、ベースは普通の MT-09 なんですよね。今間違えてダウンとアップ間違えましたそういうこともあるね。
はい、ではこちらが、YAMT の低速走行を楽しめるコースです。半クラがないのでどうなるか。U ターン U ターンさあ U ターン、これよくあるよね、こうやって足ついてテケテケ動くの。はい、やってみた感想としては低速走行の癖みたいなのがあるので、普段ハンクラッチで微妙な移動に慣れている方はちょっと怖いかなと思います。徐々に慣れていくと滑らかに運転できるようになりました。でもそういう面ではホンダの E クラッチは自分の好きなタイミングでクラッチ操作ができるので、それがホンダの E クラッチは強いいいところだなって思いました。はい、というわけで試乗終わりました。はい、乗ってきた感想なんですけど、やっぱりね、最初は今までの自分が乗ってきたもの、クイックシフターだったり足で操作してたものが指で操作するってなると、しかもねサーキットだったし忙しいじゃないですかだから最初はちょっと慣れるまで時間がかかるなと思ったんですけど、最終的に私はオートマのドライブモードが一番快適で、変速してくれる感じも自分で変速するような感覚で変速してくれるので、勝手にバイクが操ってる感ではなくて、自分とバイクが一緒に人一体しているなっていうのが乗っててすごい楽しかったです。ただ低速走行はやっぱりクラッチがあった方がやりやすいのは正直思っちゃったかな。いいクラッチだったらいいクラッチで自分でクラッチで好きな時にクラッチ操作ができちゃうので、低速走行は正直いいクラッチの方がやりやすかったかな。自分がもしはやぶさが YAMT のような機構がついて、普通のスタンダードと YAMT の車両どっちがつくでプラス10万ぐらい、どっちを選ぶかってなったら、でも私はまだちょっとクラッチレバーがついてるスタンダードを選んでしまうかもしれないもうある方が絶対便利なのは分かってるんですけど、ないことによってオートマ限定の人が乗れるとか、ちょっと力に自信がない方が乗れたりとか、そういう選択肢が増えるのは本当にいいことなので、でも思ったより自然な乗り味でした。はい、ということで今回はヤマハの YAMT のご紹介動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。Why when you're away do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?